我が家で私が、挿し穂の芽を取るのは盆栽からはこんな程度ですね。ちょっと長めに、挿し穂として使う芽、こういうとこですね。ご覧いただくと分かるようにこれぐらいの芽ですね。長いのでこの辺かな。長いのでもこの辺。まあこういう芽をですね、まあこれですね、この程度。こういうのを挿し干したい芽はこうして取るんです。でここへとりあえず入れる。紹介しますといった、紹介事例はこれです。見てくださいよ。何が違うかというと、こう左右前後全部すでに穂が出てますね。芽がね、ほとんどそれと太い、こういうこれぐらいの太さで挿し穂が確保できます。ご覧ください。こういう風ですよ。この辺と何が違うと、先ほどの一般的な芽はこれですね。左右だけですね。これで今日おすすめする理想の芽はこれですね。YouTube で左右前後に芽を出すためにこうひねりましたね。針金でぐーっとひねって、1回転半か2回転ひねって前後左右に作っておりました。あれは苦肉の策ですね。先ほど取ったところもう一度、一番上です。先端の芽、ですからこの辺もね、まあ、これせっかく先端の芽、これが一番の理想の芽です。これを私はいつも使っているためにいい盆栽ができていると言っちゃうと皆さんに申し訳ないんですが、こういう挿し穂はですね、このプランターに挿し穂とか取り木用の私は我が家の石化ヒノキがまあ雑ですけど置いてあるんです。これから盆栽を作っていく元になってますので、まあ一度ちょっと参考に。何本、まあこういうふうに、2、4、6、まあ10本あれば私はその年十分やれますので。これぐらい挿し穂の確保をしました。それで挿し床を挿すあれですね、場所をちょっと準備します。まあ10本ぐらいだったらこれぐらい、5号ですね。5号鉢で十分です。一番下に
粗土ですね。粗土を置いて、中の土ですね。中の土も2センチぐらい。よし、こういうふうにね。ここへ、これは山苔の古いの、これを、1センチもうないかな、ちょっと置いて、まあ1センチ近くありますが、それを置いて、差し床を作りました。あとはですね、細かい一番上に乗せるように、一般的に私が使う中ではこれが一番細かいです。これはちょっと厚めにというのか、刺した後、横へグラグラしないように、それでちょっと厚めに、どこで止めるかというと、刺して今の、山苔の一番中間ぐらいに止まると一番いいんですけどね。こんなところですね。もうちょっと頑張ろう。こういうふうですね。バーッとかなりかけとってパッと止めるとさっと引く。これなかなか引かんとダメですよ。 OK、 こういう感じです。これで、先ほど取った、これですね、これをこの刃を取るんですね。この刃の取り方で、根際から次の枝までに、枝ができるということでですね、あんまりこれが長くこうやっちゃうと根がここへ出るんですから、またまっすぐにできないという、まあいろいろありますので、その辺は皆さん工夫してね、この木が一番いいなというあれで大事にこの方を使ってください。はい。こういうふうに、しまったな。これをつけな。私もね、皆さんにこのシリカどの程度効くかは別にして、このシリカを少し発根部に出して、まあこれ絶えず植え替えとかいろんなことで使ってますので皆さんご存知だと思いますが、はい、こういうふうですね。この間隔が短いと出た目が絡まっちゃって取りにくいという、あまり遠いとまたこれ一本刺しした方がいいかもしれないしね、そんなような状況がお分かりいただけたと思いますけど、いずれにしたっていずれにしても丁寧に
1年に1回しかできませんのでねたくさんやられる方はいいですよ。2度でも3度でも6月頃まででも十分ですから、またいい刺し穂が、見つかったらこれじゃなしに違うやつで刺しを作っていただいてもいい。日頃申しております石化ヒノキの適温作業の一番いい時期は、10度、最低気温が10度、10度以下になるといろんな刺し目とか、植え替えとかそういう作業は一切、私はやめております。やめておりますって少しずつ室内取り込んでやってるのもあるんですけれど、できるならやめて、こういう10度以上になった時、ずっともうこれから続く時が一番重要です。1日だけ10度上がってまた2、3日下がるというのも当然ダメですが、まあそういうことで気温っていうのは季節の温度、気温っていうのは、重要ですのでね、一番過ごしやすいこの自分が過ごしやすいんじゃなしに盆栽が過ごしやすく成長しやすい時期ですから、それを、選んで作業をやっていただきたい。まあこれですね、今何本ついたかな、2、4、6、11本か2本これが来年、もうこれは 100% 芽が出ます。秋までに、芽が出ます。だけど秋に植え替えした、9月10月ですね、植え替えしたものは取り込んであまり寒くない霜のかからないところへ置く必要がありますので、私は冬もこのまま過ごして、今頃植え替えるという方が面積的にもその方がいいというふうに感じております。まあいろいろありますが、肥料はほとんどやりませんが、今年の春になって、ちょっと肥料やる場合もそんなに効果はないと思いますね。どっちみち春に植え替えて、それから、6月頃には植え替えて、今頃植え替えたやつは5月から6月頃にぐんと肥料を与えられますので、十分、痩せ細るようなことはないんです。そういうふうで、あとわからないところが YouTube の中で出てきましたら、ぜひ、ご質問いただければ答えれることはいつも答えます。